ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりじじいじゃ。お友達の皆さん。レンジの連邦ミッションパート3の時間だよ。前回の動画で次回の続きだなとか謎の発言をしていたマリサです。というわけで第3回だな。いよいよ今回からガンタンクも出てきてガンダムらしくなっていくぞい。楽しみだぜ。ということでミハルの家で出される硬いパンで顎を鍛えながらゆっくりどうぞ。ゆっくりしていってね。さあ、行くぞ。前回はガンタンク防衛という大役を果たしたわけじゃが、なんと今回はそのご褒美にガンタンクに乗せてくれるということらしいのじゃ。ご褒美なのか。キャノン砲まで試し撃ちしてもいって大盤振る舞いですわ。ガンタンク試乗会楽しみだな。連邦軍を近くのディーラーまでレッツゴーなのだ。おご本尊様だ。どことなく威厳がある佇まい。大仏像にも見えなくはないよな。怒られそうだけどな。そしてキャタピラ。キャタピラは男のロマンなのじゃ。ジオングよりも足なんて飾りを体現した最先端の考えを取り入れたモビルスーツ。その実力を堪能させていただこう。この作戦はどんな作戦？重機の敵を撃破するのが目標じゃ。この大仏ガンタンクの前では余裕なのじゃ。だから怒られるって。ガンタンクは8敵長押しで長距離砲が撃てる。動かずとも敵を叩くことも可能じゃ。一方的に殴られる痛さと怖さを教えてやろうかじゃ。まさかカミーユが登場しているのか。とにかく固定砲台となるのじゃ。地上でキャノン砲だけ堪能するつもりか。いや、これキャノン砲だけでも気持ちいいわ。敵を近くに寄せ付けない新感覚ゲームじゃな。タワーディフェンス系と言ってもよい。別ジャンルのゲームになっとる。ガルマでガンタンクやった時は使いこなせてなかったんじゃが、これはおもろいな。完全固定砲台になっているな。しかし敵も全く近寄れんな。ガンタンクさん最強なのじゃ。高台にいるし本当にありがたい仏像に似てくるな。高い位置からみんなを見守るありがたいガンタンク様。これ新しい宗教始められそうだな。ガンタンク教。3期撃破で残り7期だな。これは余裕な予感がするのじゃ。全く危なげがないな。お、少し近くに敵が出現しそうだぜ。近くに降臨してきたのだ。ここは長距離砲じゃなく通常キャノンで迎撃じゃな。爆散しとる。しかも相変わらず動いていないガンタンク。描写感が半端ねえな。こや名機じゃな。また落ちてきた。どういった原理であそこから落ちてくるんだ？ところでいつも不思議に思っていたのじゃが。なんだ？シリンダー型スペースコロニーの中心の無重力区画から回転するシリンダーに入った時に、落下するってことはあり得るのかという疑問。確か無重力区画って回転していないんだっけ？そのはずじゃな。回転による遠心力で人工的に重力を再現している設定なので、無回転区画からシリンダー内の空間に入っても遠心力は働かないのではないかと。一度回転する地表に着地すれば慣性が働くのでジャンプしても落下するのはわかる。この辺りコロニーに入った瞬間に落ちるのはどうしても出てるのじゃ。戻ってみてもらうとわかると思うがガンタンク登場のシーンでもコロニーが回転している様子が見れる。これはガンタンクが無回転、すなわち無重力の区画からコロニーに侵入しておる。この辺、きっちりと描いているものが少ない気がするぞい。さらに落下も加速しないという不思議な現象になると思うのじゃが。ああ回転している物体から離れた瞬間に回転エネルギーが衰退するものね。と、最後の一気になっていた。愚か者めー。そこはきっちりと言うんだな。当たり前でお約束じゃ。とコロニーの不思議に皆さんの意見をお待ちしておるぞい。ミノフスキー有志で解決するのはなしじゃ。便利な有志ミノフスキー。ミノフスキーモンタ。なんなのよ、それ。ガンタンクを堪能した我々は再び地球降下を命じられたわい。コロニーについてめんどくさいツッコミを入れたから煙たがられたんでしょ。地上で待っていたのは難易度ノーマルのミッションたち。連邦軍も私の実力を認めて任せる作戦の難易度を上げてきおったわい。その割に基本給は据え置き、特別手当もなしじゃ。天津さえガンタンク乗せてやったのが報酬とか言い出しおった。老期に駆け込むか。宇宙世紀でも老期あるのか。すげえな老期。ただ軍人に老期は適用されないと思うがな。ガビーン。ガビーンって、昭和でも古い部類になるな。はるばる北でベルファスト、長谷園の酒茶漬け。昭和ネタ。ここはこれまでの任務と少し異なる。一定数の敵撃破とか味方の護衛とかではない。どんな感じなの？一定時間戦い抜くというものじゃな。180秒間戦い抜く。カップラーメンにお湯を入れてミッション一つやっておくかって時にぴったりなのじゃ。失敗したら大惨事。カップラーメンのびのびじゃな。でものびのびで汁のなるカップラーメンも好きじゃがな。私は苦手だぜ。年を取ると柔らかい方が。健康な歯はいつまでもキープしておきたいもんだな。このミッションは180秒と長い割に展開に山場がないという実に実況じゃ泣かせなミッションじゃ。急速が来るけどわらわらと来るわけでもない感じね。そうなのじゃ。もっと来てほしいんじゃがのう。まだ40秒しか経過していないんだな。長いな。さて現在ジムに登場しているわけじゃが、ガンダムのモビルスーツの系譜は複雑すぎてなかなか覚えきれん。
設定がしっかりと作り込まれている分、複雑というか覚えきれないってくらい膨大よね。ジムもどんどん仲間が増えていき、レパートリーが増えまくった結果、何がどのジムなのかなかなかわからん状態で、現在乗っているのが型式 RGM79G。先行試作量産型ジムで陸戦ジムと呼ばれるジムで、先行で試作で量産のジム。けど、一見かっこいい感じがするが噛み締めると意味がわからんので、先行して試作した量産型のジムってことよね。言葉の定義として、ジムがあるわけで、量産するジムということで、量産型とジムを足して量産型ジムになるわけで、ジム自体が量産型を内包する言葉じゃなかったってことね。そうで量産型ガンダムがジムということを子供の頃に刷り込まれた我ら世代からすると、まずここでつまずくわけでな。なるほどなるほど。ガンダムをルーツに持つモビルスーツジムがいて、その量産型が量産型ジムなんだな。おそらくそういう理解じゃろう。そしてその先行試作機、プロトタイプ版が先行試作量産型ジムとなるわけで。なんか複雑ね。実戦投入しているんだから先行量産型ジムとかでもいいんじゃないのか？なんか前期量産型が先行量産型と呼ばれることもあったりするらしく、明確な線引きで先行試作量産型と呼ばれるみたいでな。ジムの世界はカオスすぎるな。カオスすぎなので、不覚にジムとストックリで言うとそれは正確には違いますと鋭い指摘が入りそうで怖いので。ストックリというか、同じジムだと思っていたら全然違っていたなんてのは突っ込まれそうね。皆さん、その辺はお手柔らかにお願いするので、まあ現状は陸戦型ジムに登場しているのでは、こちらガンダムの実戦データを得られる前に先行で生産されたジムとなっておるわけで。設計思想はガンダムをベースに受け継いだけど実戦データからフィードバックはされていないってことね。陸戦型ガンダムの生産ラインを転用しているので通常のジムよりも性能が高いということでな。さらにはブルディステミンのベースとしても採用されておった。こちらは諸々の事情で陸戦型ガンダムベースになっておりな。しかし、そう考えるとやはり連邦軍のモビルスーツ開発力がチートすぎるので。セムレイとか多分輸出もしてないぜ。ブラックもブラック、両別ブラック企業なので。企業じゃないけどブラックには違いない。地上自体とはいえ恐ろしい。とごちゃごちゃ言っていたら残り10秒で。なんだかんだで長いミッションだったぜ。ここもできればクリアまであと少しでな。走行も結構あるし余裕だぜ。残り3秒。味方も頑張っておるな。愚か者めー。誰に言ってんだ？ジムに関する詳しい情報とかコメントでお待ちしております。お次はヒマラヤ山脈じゃ。ここはミデアの護衛がミッションとなる。6機が無事通過すれば作戦成功。3機撃墜されると作戦失敗。きっちり護衛していくぜ。元気よく走って登場のジム君。今日もミデアを護衛していきましょう。いきなり敵に張り付かれているじゃないのよ。マチルダさん何やってんの？マチルダさん。マチルダさんも大人になって良さがわかるタイプの女性じゃな。後に機関車トーマスに転生するのは驚きじゃったが。転生だったのか。顔に特徴があるキャラに転生したもんで。さてさて悪者旧族がミデアを壊そうとしているで妨害してやりましょう。悪者旧族、また悪者扱い。自分もガンを撃沈したくせに。ガンは悪者なので何の問題もない。このミッション護衛と言っているが61式戦車同様にエリアを突っ切って離脱してもらうのが目的。家に帰るまでが遠足と同じで、離脱するまでが護衛ということじゃな。同じでって。実際、護衛と言いながらミデアに張り付きっぱなしではない。現れるジオンどもをいかに素早く蹴散らすかが最大のポイントじゃな。見つけたら即破壊ね。出てこなければやられなかったのに。相手もお仕事だからな。悲しいな。あいたたたた。登場するなら金をくれと言わんばかりのバズーカ。金で解決できるなら解決したいわい。また食らった。なぜかのがね。ほう、シールドが生きたな。ちょっと急にフロントさんみたいな喋り方やめて。というかバズーカで引っ転ばされまくっているんですけど。汚いなさすが毒汚い。フロント開始してきたな。またまた毒が来たな。こいつはバズーカじゃなく毒マシンガン持ちみたいだな。シールド吹っ飛ばされた。優しい母のように守ってくれていたシールドはもうないので。こうやって少年は親から巣立っていくんだぜ。シールド吹っ飛ばされて親離れするってどんだけ物騒な社会で暮らしているんだ。なんとまだ2機しか離脱してないみたいだぜ。ミデアはふんわりふんわりとバルーンファイトのように優雅に飛行しておるからな。飛びながらこっちを見ながらバズってきたので。なんじゃ、あのパイロット相当できるぞ。2機になったわね。敵遺族はあっさり大破しているな。買いかぶっていたようじゃな。大してできなかった。走行している間に1機また離脱。残り3機だな。こいつも撃破しちゃう。ゴッドミジン、本当に優雅に飛んでいるな。ギュンギュン飛んでいってほしいので。そんなにギュンギュン飛んでたら積んでいる荷物が全部ぐちゃぐちゃになるぜ。運んでいる壺が割れてしまうな。壺を運ぶのは巻くぜ。倒しても離脱数が全く増えずじっと手を見る。お、でもあの遠くの離脱そうだぜ。僕が遠くから狙っておるな。許さんぞ。破壊した。よしよし離脱数が4になった。あと2機じゃ2機。ある意味優雅なミッションよね。
61騎戦車の時と違って、ミデアとミデアが間延びしているから、そんなにせわしくない感じじゃな。あ、でもじじい地味に削られているじゃないか。あ、ほんまやな。これバシクソやばくね？結構ピンチかもしれないわね。調子こきすぎたかも。でもこれやり直すのもっと面倒だから頑張るしかなさそうじゃな。頑張れ。これまた返しがうまい族が出てきたな。巧みに避けつつミデアに接近。プロやプロフェッショナルやで。プロフェッショナル仕事の流儀やで。やでじゃないのよ。そんな仕事の流儀もサクッと破壊しまして。サクッとねー。あ、毒をサクサクっと。言うと思ったぜ。さらにできるようになったな、マリサ。やかましい。走行が薄いからな動き回りながら手段を避けながら行動け。手段を避けてないな。いてててて、なのけ。しかも玉切れ。ナッツキラにみなしごハッチなのけ。みなしごハッチ。そんなこと言ったらやられて本格的にヤバい水域になっているぜ。上位のアーマー23。あのザッコッチが走行薄くなって弱気になっているのを良いことに。舐めるな旧ザク不デーが。あと、ミデアが無事離脱してくれれば良いのじゃな。また旧ザクが出てきたのけ。昔の英語教材の電話勧誘並みにしつこいのけ。あったな英語教材の電話勧誘。2時間くらい世間話して心かものめー。話の途中でもしっかり言ってくるのか。プロフェッショナル仕事の流儀なのじゃ。スバシカオもクリビツなんだぜ。今回も無事3つのミッションをこなして動画の尺も満たされたな。ミデアから補給物資を受け取って戦力補充もできたところだぜ。次回から色々と幅が出てきそうだな。ここから本格化して楽しみなのじゃ。というわけで今回はここまでです。皆さんと昔遊んだゲームの感想や感動を共有していくことを楽しみにしておるので、よかったら他の動画を見てくれると嬉しいのじゃ。そして新しい動画をアップした時はまた見に来てくれると嬉しいぞい。共感してくれたら高評価をしてくれると G さんの励みになるんだぜ。そして新しい動画を見逃さないためにも、また見に来たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで見てくれて、ありがとない。マチルダさんとも仲良くなれたので満足な回じゃった。仲良くなったのか？ミデア輸送機を護衛したから仲良しなのじゃ。そんなこと言ってるとウッディが化けて出てくるぞ。いやー、ウッディさん2階級特進で成仏してください。次回はどんなモビルスーツが出るか楽しみだぜ。